にちは、かねこでございます。ということで、今日なんですけども、久しぶりに釣りに行っていきたいなと思います。では、行ってきます。さて、到着しましたと。今日のね、フィールドはこちら。釣れるかな。おい、おい、お疲れ。おい。お母さんおはよう。というわけで本日の、フィールドこちらでございます。じゃん。いけすお母さんにね特別許可を得て、お母さんここで釣りしてありがとう。じゃあまず餌を買おうかな。大アサリかなんかを1個買おうかな。ほらもうこれイシダイがね食べたがってますよ。ほら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 。でこっちにイシダイがおって、あ、カサゴもおるね。カサゴもおって、メジナもおって、アズキマス、赤ハタで下の段行って、トラフグとかね、ここら辺口使ってきてくれたら最高だよな。でハモ、でけえハモと、何あれ、奥にハリセンボン、ネズミフグ、どっちだろう。よし、じゃあまず仕掛けを作っていこうか。仕掛けはこんなもんで行かせていただきますわ。どうかな、釣れるかな。ありがとう。個人的には今日イシダイが狙い目かなと思ってて、仕掛けこちら。今日はこれ胴付きでいきます。今日ほんで水深が40センチとなっております。土曜日だからちょっとギャラリーが多めですね。皆さん不思議そうな顔で見とるわ。何が始まるんだっていうね。はい、餌がこちら、大アサリ。これは人間が食べてもうまいところ、この紐のところをつけましょうか。針はこのぐらいの針にこうやって縫い刺し。よし、これでいいでしょう。ちょっと開けてみますか。口使うか。お、タイが食べてった。これマダイも釣れるよ。やっぱ大アサリはね、人間も魚も大好きなんだな。では行きます。来た。おっしゃ、来た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 。何が釣れたこれ。おお、カサゴ来た。カサゴでけえ。これテトラポットで釣れねえサイズだよ。よし、これはキープだな。カサゴゲット。よし、もう一発いこうか。いやでもね、意外とイシダイが賢い。見切ってきましたね。いきます、もう一回。脳進化、これ絶対釣れると思う。来た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 。ほい、来た。お、これはめっちゃ引く、めっちゃ引く。やばい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 。何これ何これ。ちゃんとした駆け引きがある。よし、来た2匹目じゃーん。これイシガキダイ。イシガキさん釣れましたね。よっしゃ、オッケー。いいよいいよ。やっぱノーシンカーでふわふわっとさした方が自然に食ってきますね。これイシガキダイはね、歯がすごい鋭いのでフグみたいな歯があるんですよ。これ気をつけてくださいね。よしよしよし。今のところイシガキとカサゴゲットということで、あと1匹ぐらい欲しいな。これね、相当面白いです。これ今日お母さんに特別やらせてもらってますけど、こういう施設があったらめっちゃ行きたい。すげえ流行りそうだなって思います。よし、ここでちょっと入れてみますか。次こっちの下の方狙い、このトラフグいきますか。まず口使うかな。おお、タイが来た。タイが来ちゃうな。フグまで落ちない。引くなよ。フグはちょっと見向きもしんな。お前かいカサゴがすごい遠くからガーッときますね。やっぱカサゴってなんでこんなに釣れるかわかるわ。食欲旺盛。あ、いた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 。あれ、何今の。はい、カサゴ。やっぱカサゴがいっぱい釣れるね。来ました、カサゴ。おい、はい、釣れた。ちょうどこの子ちょっと尻尾がね怪我してたんで、食べてあげるのにはちょうどいいですね。もう食べてくれって言ってきた感じですわ。美味しく料理してあげましょう。今のところカサゴ2匹、イシガキ1、マダイ1と、ラスト1匹。楽しいからなんかずっとやってたいんですけど、じゃあ最後イシダイ釣っていきたいな。よし、じゃあラストチャンスいきます。いける、食った。あ、イシガキダイ、イシガキダイ。よし、2匹目イシガキダイか。
まあいいとしよう。もう十分だ。ちょっと今日は石鯛は機嫌が悪かったですけど、今日がこんな感じ。大きいカサゴ1匹とちっちゃいのでマダイが1尾で石垣鯛2匹ですね。じゃあお母さんありがとうございました。ありがとうね。はい、ありがとうございます。またやらせてください。それじゃあ帰りたいと思います。よいしょ。ただいまということで帰ってきました。いやー楽しかったなー。お母さん本当ありがとう。ほんで実際ああいういろんな魚が入った水槽で釣りをしてみると魚の生態系がすごく分かって楽しかったですね。海でもこのカサゴとかマダイのちっちゃいやつ、こっちではチャリコって言うんですけど、こういうのはね結構釣れるんですよ。ただ石鯛とかってなかなか釣れないんですよ。小さいサンバソウサイズだったら釣れるんですけど、やっぱ警戒心があったりだとかしますね。明らかに針と糸を警戒してちょこちょこ食べてましたからね。ちょっと石鯛はもう一度リベンジしに行きたいと思います。よし、そしたら今日はこちらの釣れたてのお魚3種類を使ってピチピチプリプリのお刺身とこのカサゴの小さいやつと他の魚から出たアラを使ってアラ汁、こちらの2品作っていきたいと思います。よし、そしたらまずさばいていきたいと思います。今日はたくさん魚種がいますんでサクサクっとさばいていきますね。じゃあまずお味噌汁用のちっちゃいカサゴ、まずは鱗取っていきます。小さいけどよう超えてますね。これ油あると思いますよ。これ水槽に入れてだいたい2日ぐらい経過したカサゴらしいんですけど、2日でこんなに警戒心がなくなるんですね。取れた魚は1週間ぐらい水槽に置かないと口を使うっていうイメージなかったんですけど、あそこの水槽の環境がいいのかしら。で、エラを抜いていきます。エラ蓋を広げて、ここに包丁入れて、クリッと巻き込んでエラを外すと。そしたらお腹を割って内臓を取っていくと。ほら、内臓脂肪バッチリですね。そしたら頭にも細かい鱗ついてますんで、頭もブラシでコシコシこすります。細かい鱗とぬめりを落とします。はい、これで内臓エラ出しが完成。じゃあ次こっちのカサゴいきますか。まずは全部頭と鱗だけ取っちゃいます。じゃあいきます。カサゴは頭取るとちっちゃくなりますね。だからこそ頭もちゃんと利用したい魚ですよね。はい、カサゴのカマ、そして頭も割っちゃいますか。こんな感じ。次はマダイですね。どうしても水槽でいろんな魚入れるとね、こうやって尻尾とかヒレがかじられちゃう個体がいるんですよね。これはね、仕方ないことなんですよね。よかった、この子が連れてくれて。美味しく食べますね。このぐらいのサイズのタイは、身質がすごく細やかで、うまいですからね。見たところ、脂もすごくありそうだし。次こちら、石垣鯛。石垣鯛は鱗が細かい。すごく取りにくいですね。でもこの魚、うまいんですよね。まさかこいつが釣れるとはね。石鯛より警戒心がないのかな。でも釣り場だとね、あんま釣れないイメージなんですけどね。でも僕らの地域だと、今この10月、11月って、堤防からでもこのぐらいのがね、狙えるシーズンなんですよ。石垣とか石鯛のちっちゃいやつって湧くときはすげえ湧いてるんですよ。食べて美味しい、釣って楽しい魚の一つですね。はい、下処理が終わりましたらこちら、向こうのキッチンで3枚におろしていきましょう。はい、では3枚におろしていきます。まずはタイから。ちっちゃい魚はね、難しいですよね。ちっちゃい魚が上手にさばけたら、大きい魚も、もう綺麗にさばけます。もっと言うと、小さい魚を大きい包丁でさばけるようになると、もう完璧ですね。まあでもちっちゃい魚はね、このぐらいの出刃の方がさばきやすいですね。上身が外せれました。釣れた時まあまあ中ぐらいのサイズかなと思ったんですけど、やっぱ3枚におろすとちっちゃくなりますね。で、これはあら汁へ。
お次、石垣。釣れたての石垣とか石鯛はヌルヌルしてさばきにくいです。なのでペーパーを1枚かましてさばいていきますね。カサゴは生命力がすごいね。まだプリプリです。うわ、生き生きだ。死後硬直すら始まってない。よし、そしたら腹骨をすいていきます。この腹骨もしっかりあら汁に入れていくと、今日は余すことなくいきますよ。いつも僕、撮影で出た魚のアラは家持ち帰ってあら汁とかで食べてるんですけどね、今日はそのあら汁のレシピをやっていきたいと思います。まあレシピっていうほどでもないんですけどね。では皮引いていきます。そしたらボウルにお塩、そして氷水、氷塩水を作って、その中でお魚を洗っていきます。どうしてもね、細かい鱗ついてる場合あります。なんでそういった細かい鱗や、さばいた時に付着しちゃった魚のぬめり、そういうものを落としていくと同時に、塩水の浸透圧で、魚の中の余計な水分を出していきます。しっかり塩水処理をしていく。これやると白身魚本当に美味しくなります。どんなにちょっと雑にさばいても最終的にこれ洗っちゃえば大体決まりますね。はい、このような感じでおろし終わりました。もうこの状態になっちゃえばこっちのものですね。あとは水気をしっかりと落としていきます。ここで水気をしっかり取ることが美味しいお刺身を作るポイントですね。はい、こんな感じ。そしたらこの状態になったらまな板をきれいに洗います。洗剤で2度洗い。ものすごい綺麗に洗います。もうそれか他のまな板を使うとか。なんでかというと、今からの工程っていうのは、洗う工程はありません。あと口の中に入るだけの工程なんで、さっきまで魚さばいていたまな板なので、どうしてもやっぱ匂いついてますんでね、綺麗に洗います。なんだ、そんな当たり前のことかよって思うじゃないですか。ただこれってね、白身魚のお刺身取るときに、めちゃくちゃ重要なポイントなんですよね。まな板が綺麗か綺麗かじゃないかって。汚いまな板で白身切っちゃうと、ほんと臭いんですよね。そしたらお皿はこういう長細いやつ。ちょうど都合よく3つマークがありますんで、ここに1魚種ずつ置いていきましょうか。まずはつま。で、大葉。では切っていきますね。まずはマダイから。真ん中に血合い骨がありますんで、血合い骨を取っていきます。こんなちっちゃいんですけど、ちょっと血合い骨は気になるかなと思いますんで、取っちゃいます。もう一回り小さいサイズだと、腹骨気にならないかなと思うんですよ。片身1枚漬けでいけると思うんですけど、ちょっとサイズが大きいので割っちゃいますね。で、これ1枚だとちょっと大きいので、さすがに切りましょう。このぐらいに。で、尻尾のところをここは揃えて、2枚取りました。こっちもですね、背中、尻尾のところちょっと落として揃えつつ、1枚、でちょっとここ落として2枚と。よっと。
背中が4枚。腹は小さいので、ここ揃えて、こういう風に置きますか。で、次、カサゴいきましょう。カサゴも骨が結構強いので、割っちゃいましょう。うわ、プリプリだ。イケイケですね。で、カサゴの刺身って、そんなに量取れないんですよね。頭でっかちなんで。なんですけど、これめちゃくちゃうまいんですよ。カサゴってお刺身が実は。ぜひ大きいカサゴが手に入った際はやってみてほしいんですよ。めちゃうまいんですよ。お、背中1本で4貫取れましたね。1、2、3、4と。で、お腹も2切れ取りますか。1、2、1、2と。こういうちっちゃいお魚でね、お刺身取るのも楽しいですよ。こういうね、細かい作業大好きなんですよね。よし、OK。カサゴちゃん。次、石垣鯛いきます。身がしっかりしてる。石垣はちょっと気持ち薄めに切りましょう。で、飾り付けしていきます。隙間にこうやって色合いを入れていくと。紅種、そしてお花もちょんちょんと。すだち。で、食用菊。ラディッシュ。で、わさびをおろしていきます。これわさび専用のすりおろし器なんですけど、これですりおろすとね、すごく滑らかなわさびになりますね。サメ肌だとね、結構シャリシャリっとした感じになるんですけど、これはね、めちゃクリーミーになるんですよ。で、これ、網目がね、わさびわさびわさびになってるんですよ。で、ここの会社の方が、僕専用に作ってくれて、ここ、気まぐれクック、さばいていくってなってるんですよ。あと真ん中に金子とか入っててね。これめっちゃ嬉しかったな、もらった時。こうすると、ほら、もうわかりますかね？超クリーミーなんですよ。ほら、こう、トロットロに仕上がります。で、ちょっと乗っけて、はい、これで、いけすで釣ったお魚たちのお刺身盛りの完成。はい、そうしましたら、骨と頭分けてあります。で、骨は血合い、そしてヒレは切っておきました。で、ここにパラパラパラっとお塩を振ります。お塩を振って余計な水分を抜いていきます。で、10分ぐらいしたら水気を取って、こちらは一度魚焼き器でカリッと焼きます。で、こっちの頭ですね。この頭は、この鮮度が良すぎて、まだヌルヌルがいっぱいついてるんですよ。で、この状態で焼いても、このヌルヌルも焼くことになっちゃいますんで、この頭だけは、これお湯をぶっかけて、霜降りして、細かい鱗とぬめりを落としていきます。多分そっちの方が美味しいはず。お湯にチャポッと入れて、ちょっと白っぽくなって表面の鱗が逆立ってきましたら引き上げて氷水にジャボーン。あんまり長い間お湯につけちゃうと旨味が全部出ちゃいますんでね、あくまでもぬめりと表面の細かい鱗を取っていくと。よし、ヒレは切っちゃいましょうか。ヒレはね生臭いのでできるだけ切っちゃいます。ほら白くなりますよね。これがね、魚のぬめりなんですよね。これをしっかり取ってあげないと、あら汁にした時に、どうしてもね、生臭みが出てしまうんですよね。煮付けとか作る際も、あんまりにも鮮度が良すぎて、ぬめりがある魚は、こうやって一度湯引いて、氷水に落として、こういう表面のね、白いぬめりとかを取るといいと思いますよ。こんな感じですね。さばいた段階でだいぶ鱗取ったんでそんなについてないんですけどね、ここで仕上げをしていくって感じですね。こういう頭のところ、こういうとこはね手でこすると痛いので、新品の使い捨ての歯ブラシとかでコシ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 やると頭の細かい鱗とかも取れますね。カリカリカリっと。カサゴなんてねめちゃくちゃ痛いので、美味しい料理を作ろうと思うと手間がかかるんですね。で、裏向けて血合いがついてたら血合いもこうやってきれいに洗っていきます。石垣鯛もこうね、ぬめりがすごい出ますね。はい、このようにきれいに頭側処理できましたら、骨の方をカリッと焼いていきます。はい、そうしましたら、軽くお出汁を取っておきました。何でも好きなお出汁でいいと思いますよ。本出汁でもいいし、白出汁でもめんつゆでもいいと思います。今日は僕は出汁パックで出汁を取りました。そしたらまず焼いた骨。そしてきれいに掃除した頭。そしてカサゴドーン。こりゃいい出汁が出るわ。で、火にかけていきます。ちょっと鍋が小さかったので入れ替え。
うわ、いい匂いがしておりますよ。で、具材は朝付き。よいしょ。で、摘んできた野生の三つ葉。くるっと縛って、ほい。野生の三つ葉は香りが強いですね。はい、そんなこんなで沸騰してきました。ほんで、このアクが出てきます。で、このアクはしっかり取っていきます。もう無限に出てくるんですけど、ある程度大きいところだけ取ったらいいと思います。最初の5回ぐらいですね。あんだけ綺麗に掃除してもやっぱりアクは出ますからね。掃除しなかったらあら汁は本当に美味しくできません。小さい魚は特に難しいですね、あら汁作るときは。ほら、だしもすごく透き通っててうまそうです。この段階でちょっと飲んでみましょう。うまっ、完璧です。ここまでうまくなくてもよかったな。全然だしパックに負けてないだしが取れてます。それは石垣鯛カサゴマダイですからね。それはうまいですわ。で、今日はこちらミックス味噌でいきますね。味噌はお好きな味噌でいいと思うんですけど、僕は赤とミックスが飲み慣れてるんで赤とミックス使っちゃいますね。はい、こんな感じ。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よーし、食べていこう。はい、釣ってきた魚がこんな美味しそうになりましたと。ごちそうじゃないですか。じゃあまずはね、お味噌汁からいきましょう。今日相当丁寧に作りましたからね。いただきます。うわ、うまっ。うまっ。あかん、これめちゃくちゃうまいわ。わかりますかね、この油。これ激うまです。半端じゃない。だしパック入れなくてもいいんじゃないかなっていうぐらいだしは出てるんですけど、絶対ちょこっとだしは加えた方が美味しくなるんですよ。最悪昆布だしだけでもいいんで、ちょっと入れてあげると美味しいですね。ではまずこちら、マダイのちいちゃいやついきましょうか。古代ですね。醤油にちょっとつけていただきます。うわー、うまい。やっぱ年取ってくるとね、白身魚がたまらなくなってきますね。うまい。次、カサゴちゃんいきましょう。プリップリのカサゴ。プルンプルンです。いただきます。うまー。カサゴめちゃくちゃうまいな。で、大きいやつかなり脂あったんですよね。久々にこんなうまいカサゴの刺身食べましたね。次、石垣鯛。いただきます。みんな違ってみんないいね。石垣鯛は皮目がね、結構コリコリっとしてて、口の中入れた瞬間甘さが広がりますね。美味しい魚だ。で、味噌汁をすすると。これ味噌汁がちょっとうますぎる。今日やばいっす、これ。お母さんが仕入れとる魚もいいっていうのは絶対あると思いますよ。全部脂ありましたもんね。ほんで、もちろんこの味噌汁のカサゴの身もいただきますよ。うまっ。はい、ということで今日はこちらの釣れたてお魚のお刺身とあら汁ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、海のやつ、瓶バージョン。今日はなんだか瓶の気分。っていうよりか冷蔵庫に瓶がたくさんあるんで、これを飲まないことには何も入らない冷蔵庫に。幸せな悩みですけどね。はい、こちら、9対1ですね。いただきます。からの、ちょっとカサゴいきますか。うまっ。寝かして旨味がしっかり出た白身魚もうまいですけど、絶対にプリプリの白身のお刺身の美味しさっていうのもありますからね。寝かすことが全てじゃねえです。イケイケもうまいっす。うまい。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はお魚屋さんの生けすで魚釣りをしてみて、釣れた魚でお刺身、そしてあら汁を作って飲んでみましたけども、いやー、美味しいのができたね。鮮度のいいプリップリの小型の白身魚のお刺身は最高ですね。
ほんで楽しかったな、本当に楽しかった。やっぱ釣りって面白いですね。まあ今日はね、ちょっと反則技みたいなもんですけど、やっぱり魚釣りは引きがいいですよね。今日は特別にね、おばちゃんにお願いして、快く、もうやってってことなんでね、やらせていただきましたけども、また今度防波堤からお魚を狙っていくシリーズもやりたいと思います。ああいう釣りのシリーズの中でも、防波堤の動画っていうのはね、やっぱ好きで見てくれる方いっぱいいますんで、やっていきたいと思います。まあそんなね、超過は期待できないけど、料理の方でカバーしたいなと思います。はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。